Hello， 大家，25时赤坂见第2季第1集，哈哈，是的，朋友们，第1季看完，让我们就直接开启第2季了。感觉怎么样啊？至少我是感觉通体舒畅，不用等待，直接追剧的感觉真好。只是这集过后，我可能也要开始进入追剧的周期了。经历漫长的等待7天，才有半小时的这个日子又要开始了。但是不管怎么样，让我们先开看吧。这季听说换导演了，不过也是日本 BL 剧粉丝的老熟人了，应该是可以放心吧。第1季开头是羽山拍摄，第2季开头是白起拍摄，这很对仗哦。可爱，怎么又在奔跑了？又来到这个入口。白崎くん，可愛いよね，可愛いよね。どこが好きなの？居然没认出他哦，连这个都是跟第1季开头对仗。ねえ、あれ葉山あすみ。本当だ。恋人いるのかな？そりゃいるでしょ。だって葉山あさみだよ。確かに。没想到吧，就在你身边。日本街头这么多女生，会对着这些照片花痴吗？超人気俳優の葉山あさみは俺の。哦，又是在他开门前1秒开门迎接他。ただいま。哦，俺の恋人だ。你们先进去啊，被偷拍就不好了。所以这一季的麻水发色会换吗？这个照片都是橘色的。哦，あさみさん。跪下来。いいよ後で。真的不用洗時哦。間ないでしょ。ねえ、あさみさんって明日何時入りなんですか5時。5時。何？怕你明天没精神啦。やめないよ。でも白起，你真的是太容易被说服了。哦，你真的就这样子一大早爬起来，体力真好。また性欲に負けた。たまには勝ちたい。你还有这种骄傲哦？そうなんだ。あさみさんマジで寝ないで行くんですか？現場の待ち時間で寝るから大丈夫。芸能人って大変だ。你自己不也是？白崎君もでしょ。確かに。台本読みました？読んだよ。哦，他们是要拍《白日梦》第2季了啦，また一緒に芝居できるね。还真的哦。行ってきます。あさみさん。哇，いってらっしゃい。哎呦，花痴成这样。在一起之后，每一天都是阳光明媚的日子。话说我那一天去查到，奎太他身高才178哎，我看他这身材比例，还以为他至少183。当然178很高了啦，只是我以为他更高。どうかした？いや、ちょっといろいろ思い出して。あ、そう。经纪人知道他状态不太一样，可是如果跟工作无关，他就没兴趣。俺に全然興味ないでしょ。仕事さえきっちりやってくれればそれでいい。到目前为止我已经讲了好多跟台词重复的话了哦。这一季的编剧有点喜欢把什么话都用台词写明白哦。到目前为止我感觉少了一点留白。本当に大変なのはここからだよ。売れるのは難しい。でも売れ続けるのはもっと難しい。啊，だから一緒に頑張ろう。经纪人是真的把他当孩子啊，时刻戒慎小心。俺はこの世界で生き残らなきゃいけない。这个战斗状态的白起又回来了。大好きな芝居を続けるためにも、あさみさんに追いつくためにも。这位是新角色吧？怎么这眼神看他？いつでも出れます。明日から。你们都回来了。
哎，我有点不太明白，为什么唯独会他们两个一定要坐这么远？他们两个不是要演情侣吗？今回の作品では前作で結ばれた良治と匠のその後が描かれます。それから或者将分手，完蛋了，这个好人也会预示一整季的剧情走向。期待を抱いてくださってると思いますし。你们也可能是恋人。皆様のおかげで続編スペシャルドラマできることになりました。ありがとうございます。第二季白日梦导演没换人哦，但是25时赤坂健导演换人了。2人が結ばれてからのラブストーリーってなかなか難しいと思うんですよ。ドラマとして盛り上がるのは2人が両思いになる瞬間だから。这都是编剧的心声吧？这些台词。いい続編にしましょう。よろしくお願いします。お願いします。你们剧组也真的是有钱的哦，在这么大的场地里围读。今度は俺と恋人同士だよ。よろしく。俺一応先輩よ。よろしくお願いしますでしょ。白崎くんがこんなに売れるなんてな。白崎くんが遠くへ行っちゃう気がして寂しいよ。何言ってるんですか。白崎くん。你们还是好愛白棋。コンビニ行ってくる。あ、佐久間君。ついでに俺のサイダー買ってきた。だから俺先輩。じゃない。調子乗りすぎ。他们这次应该比较少来翻羽山白棋了吧？他们会专注在彼此身上，毕竟他们也要发展感情线。俺たちも良治と匠みたいにすれ違ったり喧嘩したりするのかな。リハーサルする？前みたいに。しない。撩他。そうだね。哎，这个也要 call back。楽しみだね。恋人役。他们两个是不是都有变瘦啊？感觉下颌线都有比较清晰哦。はい。经纪人有看到他刚摸头吗？引っ越しですか。今のアパートだとセキュリティとか心配だしさ。你搬去跟羽山同居啦？今の人見たことあるんだけど。白棋这个时候就不要回头，不想搬家是舍不得这个坡道吧？よかったらうち来る？哈，羽山来讯息直接飞扑到手机哦，现在换你大包小包去他家。では次の質問です。今後はどういう役をやってみたいですか。僕雨と懺悔っていう小説が好きなんですけど、その本に出てくる主人公にすごく惹かれるんです。優しさと残忍性、その両方を主人公は持っていて、自分だったらどう演じるんだろうって考えちゃうんです。我觉得还可以啊，为什么经纪人这样看？行きます。いつでもどうぞ。你们在干嘛？ドン。あ。小学生の時夏休みによくやってたんです。家族と。羽山跟白棋在一起之后，每天都是新鲜的。楽しいよ。ないですね。只有稍微流掉1-2条面条而已。不会讲话了。俺今日アパートの近くでバレそうになったんです。え？大丈夫？也バレなかった。羽山你好紧张哦，白棋自己要注意一点啦，可能在外面就要开始戴口罩了。もう寝よっか。看完电影那个情绪会比较脆弱一点，寝ないの？会想要讨抱抱。羽山有点太理性的在看电影，他看电影都是为了分析演技。たまには性欲に勝ちたいって言ってなかった？いい。今日は負けで。哎呦。負けっぱなしだね、俺たち。サミさんのせいだから。如果是羽山，我输得心甘情愿。这么快呀、中间过程省略，在一起久了之后就比较不会再抱睡了哈。做完之后就彼此躺旁边这样。中学の時に気づいたから自分がゲイだって。ああ。そうなんだ。白崎君もそうなのかなって大学の頃からなんとなく思ってたんだけど。
人を好きになったことがなかったからよくわかんなかったけど。跟平良同一种类型的。あさみさんを好きになったってことはそうなのかも。他们的感情真的都好浓烈，他的告白每一句话都是哇，那个浓浓的真心。每天睡醒睁眼，第一眼就是你，就觉得这个世界真美好。明野さんが迎えに来てるから行ってきます。经纪人还来他家这边接他，是不是真的察觉到什么？Oh my god！ 是你这样送手机，他才发现。ごめんありがとう。干嘛？补一个出门吻？あさみさんどうかしました？你们真的都不在乎哎，直接在外面门口这样子接吻。葉山。我就知道，这个经纪人，我从第一季的时候我就觉得他会不会最后面他们有什么阻碍？白崎君とは別れて、今スキャンダルになるのは一番まずい。果然啊，这种剧情还是得上演。別れよう別れよう俺たち。きっとこれがお互いにとってベストな選択なんです。ありがとう。我觉得白棋真的是那种会为了事业选择放弃爱情的，即便自己痛苦，那也就痛苦着，他会愿意做那个让自己痛苦的决定。这个第一集呀，真的是任务繁重哦，要让观众时隔1年多的时间，再次回忆起第一季的氛围，第一季到底演了什么剧情，还有所有的人物要重新登场一遍，人物关系、人物性格都要再交代一次。所以这一集可以说是节奏超级快的。你看这整集下来，他们做了几次，签了几次，上一季一整季加起来都没那么多吧。与此同时呢，直接让他们2个的恋情被羽山的经纪人给撞破。上一季第一季一开头我就说他可能会对他们有什么阻碍，怀疑他是坏人。结果上一季没有发生的事情，果然在这一季还是要补齐的啊！我真的是很佩服这张乌鸦嘴。羽山的经纪人呢，把羽山当作是一项商品，听起来好像有点冷漠，但是其实他跟羽山还是合作的蛮愉快的。只是说他跟白棋的恋情会影响到羽山这个商品的价值，这可能就会让他有足够的理由出手阻止他们的恋情了。所以我想，如果接下来要让经纪人姐姐支持他们的恋情，比较好的方式可能就是向他证明说，他们的恋情是有助于羽山这个商品的。就是说呢，因为上一季他跟白棋的那些拉拉扯扯的爱恨情仇的关系，让他在白日梦的剧里面哇演技大爆发，反而这段感情给这个商品增值了。我不知道这样子是不是能够说服经纪人接受他们的恋情，支持他们的恋情。第一集下来，这个剧情才刚开始嘛，我也只能根据这一点点的苗头，试着给他们出招。剩下的你们加油，拜托白棋不要轻言放弃，为自己打拼，真的不必随时随地都这样子咬紧牙关，偶尔还是可以选择让自己幸福的那个决定的。行了，那这一集就看到这边，我们下次见，拜拜。